おい、元営業部の英雄さんよ。調子こいた末に左遷って、みっともねえっすね。いつもより張り詰めた空気の営業部で、その揶揄するような声は、はっきりと俺に向けられていた。ちらりと笑いを漏らす者、見て見ぬふりを決め込む者、どちらも、俺の存在を嘲笑っているのは明白。社の創業以来とも言われる10億の契約を成し遂げ、会社のヒーローとまで持ち上げられていた俺が、なぜ今こんなにも惨めな姿で段ボールを抱えているのか。まさか、左遷を言い渡されるなど、誰も、ましてや、俺自身も想像だにしなかった。だけど、現実はもっと残酷だった。大口取引先への納品で、重大なミスをやらかして、会社に数十億レベルの損害を出しかけた。すべてあいつの責任らしい。今や社内では、そんな話が絶対の真実として囁かれている。部長も同期も、まるで疫病神を見るように、俺を遠巻きにし、冷たい視線を隠そうともしない。引き継ぎすらろくにさせてもらえず、周囲の冷たい視線を背に受けながら、俺は手元の段ボールに私物を詰め込んでいく。急転直下。奈落へ突き落とされたような心地だった。小声で、どこに移動になるんだなんて、ひそひそ話す声までもが耳に痛い。最後にデスクを振り返って、みんなの誰とも目を合わさず、深々と頭を下げる。お世話になりました。そうつぶやき、誰も通らない階段を一段ずつ降りていく。過去の栄光から一転、地の底へ。俺のサラリーマン人生は、ここで終わったと思った。しかし、この左遷で、彼女と出会ってから、俺の人生は逆転劇を迎えることになる。俺の名前は、杉井大成。国内有数の老舗会社、桜商社に勤めている。近年は、IT 関係にも力を入れている、成長力の高い会社だ。そして、俺の所属部署は、第二資料室。地下1階の、端にある小さな物置に、無理やり過去の資料と社員の机を詰め込んだ。いわゆる、会社のお荷物が集まる職場だ。そう。俺もまた、営業部から飛ばされた身なのだ。社員は2人のみ、部長と俺だ。ここに来て3ヶ月になるが、営業でバタバタしていたのが嘘のようにのんびりしたサラリーマンライフを送っている。出社し、2人でお金を出し合って買った、ちょっといいコーヒーメーカーでコーヒーを入れる。そして、新聞やネットニュースを見ながら部長と喋るのだ。あくまでこの部署の仕事は資料の整理と保管で、しかも比較的新しい資料は第一資料室が管理しているので、さらに古い資料をここへ取りに来る社員などほぼいない。何も邪魔されることもなく、俺は自分の時間をのんびりと過ごしていた。そんなある日、立て付けの悪いドアをガンガンと叩く音がしたのだ。ちょっと、誰かいないんですか？このドア開かねえんだけど。俺は、なぜ聞き覚えのある声がこんな場所にと、違和感を覚えながら、ゆっくりとドアを開けた。いるんならさっさと開けてくれないですかね。ああ、元10億先輩じゃないですか。彼は小山裕太くんといい、営業部での俺の元同僚だ。俺が営業部を去る日、惨めだと言った張本人だ。もともと歯に衣着せぬ物言いが目立ってはいたが、俺はあの光景を一生忘れないだろう。だが、それももう過ぎたことだと俺は割り切り、小山くんに声をかけたのだった。小山くん、久しぶり。ここに何か用事かい？用がなきゃ、こんな新規臭い場所、頼まれても来ないでしょ。平成元年の取引先一覧ってどこ？小山くんは、自分では一切探す気がないようだった。棚の前で腕を組み、俺の方をただ顔を傾けながら見てるだけだった。今更そんなことにイライラしても仕方ないと、俺はさっさと資料を出してきて彼に渡した。すると、小山くんはファイルを奪うように取ると、俺にぐいと顔を近づけていった。へえ、こんな薄汚れたファイルばっかの中でよく見つけられるもんですね。杉井さん、この場所が天職なんじゃないですか？左遷されてほんとよかったですね。じゃあこれ借りていくんで。そして彼は満足そうな顔をしてガンガンとドアを開けて出て行った。考えても仕方ないといえど、やはり彼は人の心を逆なでする
天才なのだろう。俺の拳は無意識にギリギリと握られていた。彼、今営業でノリに乗ってるって子だろう。杉井くんよく耐えたよ。はい、コーヒー。部長、すみません。いただきます。穏やかな部長の心遣いに、俺の拳はいつの間にかコーヒーカップで温まっていた。もうこんなことは起きないだろう。また明日から静かな日々が始まるんだ。俺は笑顔で部長に礼を言いながら、そう思っていた。今度は部署全体を巻き込む嵐が来ることなど、想像もしていなかったのだった。翌日、俺は珍しく神妙な顔をして早めに出勤していた部長の言葉に、オウム返しをしてしまった。今日からここへ一人移動してきます？驚くのも無理ないよね。私も驚いたから。杉井くんすまないが、ドア開けておいてあげてくれるかい？さらに立て付けが悪くなっちゃってるからさ。はい。こんな会社の孤島のような部署に移動してくるなんて、それこそ、首ギリギリのことをしてしまった人間くらいのものだ。しかし、そんな噂は耳にしていないし、自ら望んでくるはずもない。久々に、整理のつかない頭を抱えながら、俺は入り口のドアを開けに向かった。しかし、ドアノブに手を伸ばした瞬間、とてつもない勢いでドアが開いたのだ。俺の引く力と、外から押す力が同時に内開きのドアにかかってしまい、外から来た誰かは、そのまま俺へ向かって倒れ込んできてしまった。俺はとっさに、その誰かの肩を包み込み抱きかかえた。体がとっさに動いただけだったが、体格的に女性だと分かった瞬間、俺は反射的に彼女から体を離した。大丈夫ですか？事故とはいえ、抱きしめたのは申し訳なかったと思いつつ、俺は両手を軽く上げながら頭を下げていった。その時、初めてその女性の顔を見た。軽く巻いた明るい茶髪の長い髪で、しっかりとメイクをした今時の若い子といった印象の美人だった。うちの制服を着ているということは、もちろん社員なのだろうが、こんな子がいれば話題になっていそうなものだ。資料室に何の用事だろうか、などと、俺は彼女の方を見たまま余計なことを考えすぎてしまったのだ。少し驚いたようだった彼女の表情はみるみる変わっていき、そして初めて口を開いたのだ。話してもらっていいですか？セクハラです。すみません。予想だにしなかった言葉に、俺が固まってしまっているのを無視し、彼女はパタパタと服を手で払い、床に落ちていたバッグを肩にかけた。凍りつく空気の中を部長がドタドタと走ってき、早口言葉のように説明しだした。杉くんすまない。説明しきれてなかったね。今日からうちで働く新川律さん。新川さん、彼は杉くんね。仕事は彼から教えてもらうことになるから。さ、今日から仲間だから、お互いに自己紹介でも。てか、私のデスクどこですか？カバン重いんですよね。なんとか空気を変えようとした部長のことなどお構いなしに、新川さんは部長に案内させ、デスクに着くなりカバンを投げ置き、スマホを触り出した。俺は軽く自分の頭を自分で殴り、気持ちのスイッチを入れ替え、デスクへ戻ったのだった。あっという間に昼休憩になり、新川さんは早々に外へ出て行った。いつもデスクで休憩を取っている俺に、部長はコーヒーを持ってきてくれた。新川さん、噂には聞いていたが、なかなかにインパクトの強い子だね。秘書課、経理、広報、受付、いろいろ部署をたらい回しになって、ここに来たってわけさ。そうだったんですか。噂っていうのは。俺の質問に、部長は内緒話をするように口元に手を当て、声が漏れないようにしながら小声で話し出した。新川さんってね、うちの専務、新川歌子の娘さんなんだよ。もちろん専務のことは俺も知っている。飛び抜けた優秀さと実績で、社長の右腕と言われている人物なのだ。俺が驚くのを予見していたかのように、部長は続けた。まあ、これを聞くと、噂の内容もピンとくるかもしれないが、新川さんが部署を転々としてるのは、はっきり言って、仕事がまるでできなかったらしいんだよ。それで二人は、訳あり親子なんじゃないかとか。
血が繋がっていないんだろうとか、どの部署でも言われてたそうだよ。確かに彼女を見てると、とても新川専務の娘とは。部長。俺はコーヒーを少し横に避けて、部長の方へ体ごと向き、話を遮った。俺たちは新川さんのことまだ何も知らないんですから、そういった品のない噂を持ち込むのはやめませんか？仲間だと言ったのは部長です。もちろん、俺もそうなりたいと思ってます。そうだね。すまない。まずはコミュニケーションからかな。そうですね。まずはそこから頑張りましょう。俺と部長はお互いガッツポーズをしながらコーヒーを飲んだ。しかし、新川さんはそんな噂を立てられ、部署をたらい回しになりながらも、会社を辞めていないという事実が俺は気になっていた。親が経営に関わっている会社とはいえ、居心地のいい場所ではなかったはずだ。こんな左遷された人間が来る場所へ移動が決まっても、会社に来ている彼女のことが、俺は純粋に気になっていた。そんなことを考えていると、急に背後に気配を感じた。それ、新商品のパンですか？後ろから覗き込むように話しかけてきたのは、新川さんだった。片手に買ってきたコーヒーチェーン店の紙袋を持っていた。帰ってきてたんだね。びっくりしたよ。ここドアの立て付け悪いから、音でわかるんだけど。なんかさっきので完全に閉まらなくなってるみたい。そのパン、チョコチップ味、好きなんですか？チョコ好きなんだよ。今朝コンビニで見つけてね。いざ聞かれると恥ずかしいな。俺がパンをそっと隠しながら笑うと、新川さんはガサガサと持っていた紙袋を漁り、そして俺のデスクの上へ置いた。ここのチョコチップクッキー美味しいから、コーヒーにも合うし、どうぞ。いや、いいよ。新川さんのでしょ？俺は彼女の行動に戸惑い、急いでクッキーを返そうとしたが、彼女は俺の手にクッキーを押し付けてきたのだ。そして、下を向きながらつぶやいた。セクハラは言い過ぎたし、クッキーで両成敗ってことでお願いします。ごめんなさいとは言わず、両成敗という彼女の発想に、俺は一瞬キョトンとしてしまった。やはり、第一印象やまた聞きの噂というのは当てにならないものだ。どこへ行ってもそれだけは忘れないでいようと決めていた自分に少し自信がついた気がした。そして、だんだんと新川さんが可愛らしく見えてきてしまい、俺はつい笑い出してしまった。それにつられて部長も笑い出した。なんでクッキーあげたのに笑われないといけないの？いや、ごめん。わかった。このクッキーに買収されるよ。こうして、新生第二資料室は新しいスタートを切ったのだった。新川さんは毎日しっかり出社していた。俺は一応教育係となっていたが、正直、ここでは教える仕事などほとんどない。簡単に資料の区分けなどを説明してしまえば、あとは誰かが訪ねてくるまで何もないのだ。すると、新川さんはぽつりと話し始めた。この間は、ありがとうございました。この間、仕事の説明したこと？そうじゃなくて、噂の話を止めようって言ってくれたことです。聞いてたのか。って、初日のことをずっと考えてたの？顔を真っ赤にしている新川さんを見て、俺は確信した。彼女は勇敢で、そして本当に真面目な人なのだ。きっと、あのクッキーをくれた時も、本当はこのことを言いたかったのだろう。私、仕事のどこにやる気を出せばいいかわからなくなってて、親が専務ってだけで、腫れ物扱い、仕事も手を出さなくていいとか言われて、周りは見て見ぬふりだったから、期待もしてなかった。だから杉井さんの言葉、嬉しかったんです。新川さん。俺は立ち上がり、彼女の方へ手を差し出した。ここは、左遷された人間が来るような場所だけど、頑張ろうと思えば何でもできると俺は思ってる。新川さんも頑張ってみないか？一緒に。一緒に。うん。はい。俺はその時初めて彼女の満面の笑みを見た。おずおずと握られた手に、俺はつい大胆なことをしてしまったと恥ずかしくなって顔が熱くなってしまったが、ようやく見えた新川律さんという人のこと、俺は応援していこうと心で誓ったのだった。1週間後、
その日、部長は珍しく朝のミーティングを始めた。さて、今週はがっつり仕事週間です。新川くんはこのファイルね。やり方は杉井くんに教えてもらってくださいね。じゃあ張り切りましょう。きょとんとしながら紙ファイルを持ったままになっている新川さんを俺はデスクへ呼んだ。会社の孤島部署とはいえ、一応パソコンを使う仕事もあるのだ。ただ、全く急を要さないため、部長の方針としてやる日やらない日のメリハリをつけているのだ。杉井さん、私パソコンはネット見るくらいしかできなくて。新川さんは眉を下げ、申し訳なさそうに言った。やはり、彼女の根は真面目な人なんだなと、俺は感心していた。本当にやる気のない人は、申し訳ないなんて思わないものだ。俺は順番に、新川さんに教えていくことにした。今からやる仕事は、昔の資料のデータ化なんだ。俺たちが生まれる前のものもあるからね。今回新川さんが担当するのは、平成3年の前期売上化。フォーマットは全部作ってあるから、トップページの売上一覧を開いて、ひたすらに入力。数字を入れていくだけってことですか？それなら私でもできるかも。ああ、間違っていれば合計でエラーが出るから大丈夫だよ。問題は、手書きで読めない数字があることなんだよね。その時は部長に読んでもらって、部長その道のプロだから。俺たちが部長の方を見ると、部長は任せろと言わんばかりにサムズアップポーズを向けていた。そうして、第二資料室にはカタカタとパソコンを操作する音が響き始めたのだ。パソコンも片落ちが回ってきているので、キーボードを叩く音がよく響いた。俺は自分の仕事をやりながらも、ちらちらと新川さんの様子を確認していた。ここに来てから一度も束ねることのなかった長い髪を、いつの間にか一つに縛り、ファイルとディスプレイを交互に見ながら手を動かしている。そして、時折安心した表情を浮かべては、また真剣な顔に戻った。これは至って単純な仕事だ。だが、今まで腫れ物扱いされていた彼女にとって、きっと初めて任された、とても重要なものだったのだろう。その真剣な姿に、俺は嬉しさと、蓋をしたはずだった気持ちが動いた気がしたのだった。その日の午後、杉井さんのデスク、朝ファイルの山がありましたよね。もうないんですけど。ああ、なんか頑張ってる新川さん見てたら、俺も気合入ったからかな。私なんて一冊の半分もできてないのに。いやいや、それは違うよ。こういうのは経験値の問題だからさ。新川さんなら1ヶ月かかっても普通なんだよ。俺は本心を言った。だが、新川さんの表情は曇り出してしまった。比べる必要などないのに。今の新川さんは全てをマイナスに捉えてしまう。この会社で過ごすうちに低くなってしまった自己評価を上げてあげたかったのだが、裏目に出てしまっていた。俺は悩んだが、彼女に話すことにした。新川さん、俺の前の部署での話って知ってる？聞いてないです。聞いても意味ないですし。ありがとう。俺はコーヒーを飲み、あえて楽な体勢で座り、そして話し出した。俺営業部だったんだ。IT 関係に学生の頃から興味があってね。もともとは開発を希望しようかと思ってたんだけど、営業にした。なんでですか？ようやく前を向いてくれた新川さんが眉を下げながら質問してきた。俺はさらに雑談になるように努めた。よく言うだろ、教えることの方が難しいって。理解してもらえるように寄り添って信用してもらう。自分の知識を活かして、そんな営業マンを目指してみたくなったんだ。けど、成績は上がらなくて、肩身は狭かったな。小さな会社ばかり回っていたからね。だけどね、3年後、俺は会社に10億の売り上げを献上したんだ。あの話って杉井さんだったんですか？確か、セキュリティソフトの契約してた小さな会社が急成長して、関連会社も含めて一気に契約が入ったっていう。俺はあははと軽く笑った。話が逸れてしまったな。新川さんに言いたかったことは、人と比べちゃダメだってこと。俺はパソコンマニア。君は初めてこの仕事をしている。きっと、
午後からは午前より要領がつかめているはずだからさ。新川さんは少し悩んだような顔をしていたが、俺にペコリと頭を下げた。気持ちを切り替えてくれたのならよかったが、同時に余計なことまで話してしまった自分に情けなさを感じていた。営業の時の話など関係なかったはずなのに、頑張ろうとしていた彼女を見ていて、ついあの頃の自分と重ねてしまったのだろうか。杉井さん。何？話を聞かれるのかと、俺はつい身構えてしまった。自分から話してしまっておきながら、俺はもうこの話を終わりにしたかったからだ。新川さんは、俺の顔色を伺っているようだった。そして、言葉を選びながら言った。杉井さんは、もう営業マン目指さないんですか？理想の。夢は見られたし、十分だよ。さ、休憩時間がなくなってしまうな。コーヒー入れ直すよ。俺は無理やり、話を遮ってしまった。そのことにはもう蓋をしたからだ。新川さんには気を使わせてしまった。それ以後、彼女は俺に何も聞いてこなかったのだった。翌日、俺が出勤すると、すでに新川さんはデスクにいた。挨拶をしようとしたが、何よりも先に、俺は目の前の光景に声を上げてしまった。おはよう、何これって、あれ？杉井さん、おはようございます。見てください。私の気合。昨日まではパソコンくらいしかなかった新川さんのデスクには、ずらりとパソコン関係の入門書が並んでいたのだ。ワード、エクセルから始まり、プログラミング関係は数冊揃えられていた。何より、彼女の明るかった髪色が、艶やかな黒色に変わっていたのだ。私、ここでなら頑張れそうって思ったんです。パソコンなら、杉井さんプロだし。髪は勢いで色戻しました。もともと黒の方が好きだったし。そんなことより、まだカバンを持ったままの俺だったが、新川さんの勢いは止まらなかった。そして、スマホの画面を見せてきたのだ。これ、私挑戦したいんです。経験、年齢不問のプログラミングコンテスト。昨日本屋さんにチラシが貼ってあって調べたんです。1ヶ月しかないけど、私が結果を出せればきっと。新川さんはスマホを握りしめながら少し不安を含んだ表情を浮かべた。何かを言いかけていたようだが深く聞くのはやめておいた。通称プロコンは確かに門戸が広く、自分のプログラミング能力を試すのにはうってつけの大会なのだ。俺自身もプログラミングを勉強しだして初めて参加したのがプロコンだった。正直、1ヶ月で入賞を狙うのはかなり厳しいだろう。だが、俺は新川さんの集中力の高さを昨日の時点でかなり感じていた。新川さん、プロコンはプログラミングも経験値の高さがものを言う部分がある。1ヶ月しかないのに挑戦するのかい？わかってます。でも今挑戦したいって気持ちを捨てたくないんです。狙うかい？最優秀賞。俺は少しにやりとしながら新川さんの顔を覗き込んだ。俺の真意を汲んだのか、新川さんもにやりと笑い返し、拳を上げた。もちろんです。俺のことは参考書代わりに使ってくれていいから、これは仕事効率化作業の一環ってことでいいですよね、部長。俺がそう言うと、見守っていた部長は大きく手で丸を作って答えてくれた。その日から土日もなしの1ヶ月間、新川さんのプロコン挑戦が始まったのだ。まずは基礎を徹底的に俺が教えた。ひたすらに繰り返し、土台の理解を確実にする。一生懸命に何かを掴もうとしている彼女に、俺も有り余る時間すべてを差し出した。プログラミングで重要なのは美しさ。そして、コンテストには独創性も必要だね。美しさ？余計な部分がなく、簡潔に組まれたプログラムってことですね。それと、独創性。私が作りたい勉強管理ツールはどうなんだろう。正直なところ斬新ではないね。でも通知、バリエーションの多い励ましチャット、細かい勉強スピード調整案内、かなり便利だと思う。人の役に立ってこそだしね。ギリギリまで頑張ろう。はい。私絶対に最優秀賞を取って、これは杉井さんのおかげってみんなに伝えますからね。え？
妙に引っかかる言い回しだったが、その時の俺は言葉を返せず、新川さんはすぐに手元の参考書へと視線を落とした。それから始まった怒涛の日々。彼女は朝から晩まで会社に残り、目にクマを作りながらもパソコンに向かい続けた。むしろ彼女の方が限界を突破しながら勉強しているようで、俺が声をかけるタイミングを見失うほど。だからこそ壁にぶつかった時は一緒に考え、解決へ導く。それが俺なりにできる最善のサポートだった。そんなある夜、俺はなんとなく残業を終えずに地下の第二資料室で仕事を続けていた。ふと顔を上げると、デスクにうずくまるように座っていた新川さんが立ち上がり、こちらを見て小さく手を挙げた。普段の業務が終わった後の特訓で、体力の限界も近そうだ。杉井さん、少しいいですか？どうした？もう遅い時間だし、少し休んだ方がいいんじゃ。いえ、そうじゃなくて、ちょっと廊下に出ませんか？遠慮がちにそう言われ、俺は資料室を出て、重い扉の外のひんやりとした廊下へ出る。残業組が減って静まり返った車内で、彼女は少しはにかむように口を開いた。この前、絶対に杉井さんのおかげだって言いたいって言いましたけど、あれ本音なんです。本音？ええ、私、今までずっと自分のことばかりで、仕事をまともにやったことなんてなかったんです。なのに杉井さんは、こんな私に親身になってくれて、だから、その恩を返したい。彼女の声は少し震えていた。それでも、その瞳には強い意志が宿っている。俺がやったのは、ちょっとしたアドバイスだけだ。恩返しなんて大げさだよ。いえ、私が勝手に大恩だって思ってるんです。だから、プロコンで結果を出して、社内で何か成績を上げて、もっと認めてもらえるようになったら、今度は私が杉井さんの力になりたいんです。杉井さんが、もしもう一度営業マンとしてやりたいって思った時に、ちゃんと押してあげられるように。意外な言葉に、俺の胸がドクンと高鳴った。彼女が営業に戻ってほしい。いや、戻れるはずと思ってくれている。俺の心にわずかに残っていた夢を、こうもまっすぐ見つめてくれているのだ。俺はもう十分夢は見させてもらったよ。そう簡単に戻れるような状況でもないし、左遷された人間の立場はそう甘くないのは私だってわかってます。でもだからこそ、私が最優秀賞を取って社内で評価を上げて、専務にも会社にも認められるようになったら、もっと大きな声で言えるんじゃないかって、杉井さんは今も一線に立てる人なんですって、そう言いたいんです。俺は思わず言葉に詰まった。新川さんは照れくさそうに笑うと、目を伏せて小さく続けた。私、プログラミングで成果を出して、ちゃんと胸を張れるようになったら、杉井さんにも堂々とお願いしたいんです。営業マンに戻って、また夢を追いかけませんかって。しんとした廊下に、俺たちの呼吸音だけがこだまする。あれほど過去を振り返らないと、蓋をしてきた思いが、彼女の言葉で揺さぶられているのを感じた。それから1ヶ月後、第二資料室の空気は糸を張り詰めた状態だった。なぜなら、15時までにプロコンの結果メールが届くことになっているからだ。俺と部長は何度もコーヒーを飲み、新川さんはメールボックスの更新を繰り返していた。そして、この度、厳正な審査の上、応募いただきました学び屋さんを最優秀賞とさせていただきました。やった。新川さんは泣きながら立ち上がり、俺に抱きついてきた。ドキッとしてしまったが、今は頑張り抜いた彼女を俺は思いっきり褒めてあげたかった。俺は彼女の頭を撫でながら言った。本当によく頑張ったね。おめでとう。彼女は涙を拭くように俺の服に顔を押し付けていた。新川さんのプロコンの話は瞬く間に社内に広がった。特に新川さんをたらい回しにした部署の人たちにとっては驚きだったようだ。しかし、新川さんは今日も参考書を読み、勉強を続けていた。やめずに勉強を続けてくれていることを少し嬉しく思っていると、ドアをノックする音が響いた。久々の仕事かと思ったが、それは予想だにしない来客の合図だったのだ。
新川律はいるかしら。とっさに、部長は椅子から立ち上がり駆け寄っていった。新川専務。これは。新川くんならそちらに。やってきたのは新川専務。つまり、新川さんの母親だったのだ。新川さんを見ると、座ったままじっと、そちらを見ているだけだった。専務は軽くため息をついた後、カツカツと新川さんのデスクまで来た。プロコンの表彰状が届いたら、総務へ持って行ってちょうだい。1ヶ月は飾ることにするわ。はい。1分にも満たない会話が終わり、専務はさっさと立ち去ろうとした。この1ヶ月の新川さんを見てきた俺は、つい後先考えず、引き止めてしまったのだ。待ってください。新川は、ゼロの知識から頑張りました。そして今も勉強を続けています。余計なお世話は承知ですが、何か褒めてあげるとか、ねぎらいの言葉があってもいいんじゃないでしょうか。部長の顔は青ざめ、新川さんは目を見開いていたが、沈黙はすぐに破られた。新川専務がまたカツカツとヒールを鳴らしながら、今度は俺の方へやってきたのだ。会社を潰しかけた人に発言権はないわ。専務は表情一つ変えず俺にそう言い放ち、資料室を出て行った。噛みついたものの、言い返せなかった自分が情けなく、俺は椅子に座り天を仰いだ。あれを言われてしまうと、俺は何も言えないのだ。とにかく空気を変えなければと思った。新川さん、週末だしお祝いしようか。いいんですか？嬉しいです。こうして俺と新川さんは仕事終わり、祝賀会という名の飲み会へ向かった。部長はお子さんの誕生日ということで参加はできなかったが、軍資金とおすすめの店を予約してくれた。地図を見ながら着いたその店は、ビルの最上階にある半個室で創作料理が豊富な洒落た店だった。部長って情報通なんですね。意外です。同感。お菓子のセンスもいいし、まあ、それだけ新川さんのことを喜んでくれてるってことだよ。乾杯。はい、乾杯。俺たちは仕事のことなどを話しながら酒と料理を楽しんだ。俺は専務のことには触れないでおこうと決めていた。だが、飲むペースがゆったりになってきた頃、新川さんの方から話し出したのだ。その話に、俺の酔いは一気に冷めた。私と母は本当に血が繋がってないんです。私はあの人の友人の子供なんです。シングルマザーだったけど病気で、あの人は勉強はもちろん振る舞いや言動についてもとても厳しい人です。仕事でいつも忙しかったから、顔を合わせれば怒られるって感じで、想像つきますよね。まあ、無理やり笑っているような新川さんに、俺は相槌を打つことが精一杯だった。今日の感じを思い出すと容易に想像できたが、俺は聞くことに徹していた。はじめは褒められようと努力してたんです。でも、新川家で集まった時、親戚に言われたんです。血が繋がってないんじゃ、この子には歌子ちゃんほど期待はできないよねって。後日、あの人に言ったんです。私頑張ってるんだよって。そしたら、そうなのねって。それだけでした。私そこからずっと反抗期です。新川さんはカクテルを一気飲みし、追加注文をした。それもまた一気飲みしようとする彼女を、俺は手で制した。少し目がトロンとしてしまっている彼女は、マドラーを眺めながら話を続けた。本当は、褒めて欲しかったな。ずっと反発してきてるけど、本当は、今日ちょっと期待しちゃったんですよ。私のこと拾ってくれたのに、出来が悪くてごめんってずっと思ってたから、やっと喜んでもらえるかもって思っちゃったんです。いい大人が。新川さんはだいぶお酒が回っているようだった。だが、これが彼女の本心なんだろう。専務の本心はわからないが、俺は彼女の味方でいたかった。だらんと無防備にテーブルに投げ出された彼女の手に、俺はそっと自分の手を重ねた。俺はわかっているよ。悩んで挑戦して、また悩んで、それでも頑張ってきた君のこと。俺も、ややこしい立場にいるけど、新川さんのことが少しでも、新川専務に届くように力になるから大丈夫だ。
俺がそう言い、そっと手を離そうとすると、新川さんはその上からさらに手を置いてきた。そして、照れたような泣きそうな声で小さく言った。杉井さん、ありがとう。少しの間重ねられた手は、酔いのせいなのか、温かみを増していったのだった。杉井くん、大変。部長、もしかして虫が出ましたか？プロコン受賞者発表から1ヶ月が経ち、社内に飾られていた新川さんの表彰状が資料室へ飾られるようになった頃だった。普段通りコーヒーを3人分入れようとした時、電話を切った部長が俺の方へのしのしとやってきたのだ。虫じゃなくて、今の電話、営業部からなんだけどね。杉井くんに頼みがあるって、すぐ来てほしいみたいだよ。はあ？内容は。本人に直接話すってさ、どうする？営業部。思い出さないようにしていた言葉だ。思い出せば、いろいろな思いが押し寄せてきてしまう。俺を追い出した場所が、今になって何の用だというのか。そんな気持ちと、何かあったのだろうか、との気になってしまう気持ちが、頭の中で渦巻いていた。杉井さん、きっと、杉井さん本人にでないと言いにくいことなんじゃ。新川さんの言う通りかもね。部長、ちょっと行ってきます。そうか。気をつけてね。ああ、ミーティングルームでよろしく。俺は了解の意を込め手を挙げ、心配そうに見ている新川さんに笑顔を向け、資料室を出た。エントランスより上の階へ上がるのは久々だった。呼び出し音やコピー音が響く会社というものを感じながら、俺はミーティングルームをノックした。中へ入ると、懐かしい顔。営業部部長がすでに座っていた。お久しぶりです、部長。今日は何のご用でしょうか？杉、まあ、座ってくれ。部長が醸し出す神妙な空気に、新川さんが言っていた言葉の信憑性が、がぜん増してきた。俺が何も言わず座っていると、部長は、などと言葉を選びつつ、ついに話し出した。杉が左遷。いや、異動になるまで担当していた会社あるだろ。お前が回っていた町工場の一つだ。別のやつに引き継いだ、はい。覚えています。挨拶にも行ったので。その会社な。結局契約まではいかなかったんだ。その時は仕方ない程度で済ませていたが、昨日連絡があってな。他の会社のセキュリティソフトから見直したいらしくて、うちの話も聞きたいそうなんだ。お前指名でな。無理のある話だが、今やその会社も海外にも工場を持つ大手になったんだ。逃すわけにはいかないんだよ。その会社のことは、正直中途半端に終わってしまったことが心残りになっていた。これは俺にとってチャンスなのだろうか。営業部に戻りたいのかどうなのか。自分の中で答えはまだ出ていないが、あの会社のために動こうと、俺はこの件を承諾した。だが、思いがけない追加条件を、部長は俺が立ち去る直前に言ったのだ。新川専務の娘も連れて行ってくれ。は？なんで新川さんを？俺の問いに、部長はさあというジェスチャーだけをして、先に部屋を出て行った。最新の資料を抱え、第二資料室に戻ってくると、すでに新川さんは準備万端といった感じで、背筋を伸ばし立っていた。営業へ同行する件は、すでに連絡が入っていたようだった。杉井さん、私も勉強の一環として同席しなさい、だそうです。専務から、私、このチャンス無駄にしないように頑張ります。チャンス。新川さん、なんだか巻き込んでしまった感じだけど、まずは相手の利益を考えていこう。よろしくね。俺は彼女の方へ手を差し出しながら言った。新川さんはハッとした顔をしていたが、すぐに真剣な顔になり、俺の手を取ってくれた。資料を見る限り、あの会社は相当な大成功を収めているようだった。その会社が左遷された俺をわざわざ指名してくれた。この契約が決まれば、俺の立場は変わるかもしれない。だが、そういうよこしまな考えというのは見透かされるものだ。俺は自分で新川さんに言った言葉を改めて頭に叩き込んだ。翌日、なんとわざわざ社長の方から会社へ出向いてくれることとなり、
俺と新川さんはギリギリまで打ち合わせを重ねた。もちろん、俺が話を進めていくが、何が起こるかわからない。新川さんにはかなり負担をかけてしまったが、俺の緊張をほぐすように常に笑顔でいてくれたのだ。相手が大企業ということもあり、商談は社長室側の応接室で行われることとなった。空気が張り詰める中、ノック音が響いた。お待たせしてしまったね。おー、杉井くん、久しぶりだな。おや、綺麗なお嬢さんまで。わがままを聞いてもらってすまないね。社長、お久しぶりです。この度は、我が社との契約をご検討いただきまして、ありがとうございます。こちらは、新川と申します。本日はどうぞ、よろしくお願いいたします。新川律です。杉井の弟子です。よろしくお願いします。元気なお嬢さんだ。いい先輩につけてよかったね。新川さんは顔を真っ赤にしながらコクコクとうなずいていた。俺は一瞬ハラハラしてしまったが、俺が通っていた頃と社長は何も変わっておらず、人当たりのいい人のままだった。そして新川さんの空気を和らげるような雰囲気も相まってだろう。そのままいい空気で雑談が始まった。新川さんだったかな。杉井くんはね、私が町工場にパソコンなんて必要ないって言ってた頃から通ってくれてたんだよ。素晴らしい技術だからこそ、時代に合った守り方をしなくてはいけないってね。何も知らない私や工場のみんなに説明のためにずっと通ってくれたんだ。契約取らないと自分の評価にならないのにね。俺は社長の言葉に頭を下げ、そのまま少し下を向いていた。あの日々のことがありありと蘇ってきたからだ。仕事の合間の時間をもらい、少しずつ説明をしていった。通い続けて、肌はすっかり日焼けしていた。今目に入る自分の腕は、随分と白く戻ってしまったものだ。俺が少し言葉を止めてしまっていたとき、新川さんが話し出したのだ。杉井は、今も変わっていないです。私事ですが、弊社がセキュリティソフトに力を入れ出したにもかかわらず、パソコン関係はさっぱりで、ですが、その私に一から教えてくれました。そのおかげで、私はコンテストで優勝できたんです。社長様、杉井を信じてください。新川さん。俺は彼女の熱弁に驚き、思わず手で制してしまった。俺は謝罪しようと、すぐに社長の方を見たが、社長はお茶を一口飲み、そして、新川さんを見ながら、笑顔で話し始めた。大丈夫だよ。分かっているからこそ、彼を指名させてもらったんだ。あの日、ちょうど大きな取引先ができて、工場を拡大することになった。いよいよ杉井くんに頼もうと、満場一致した時だったよ。彼が異動になったと挨拶に来たのは、その後に来た後任に聞いたが、理由は曖昧にされてね。だが、私がもっと早く決断していれば、君は移動せずに済んだんではないかと後悔していたんだ。そんな、俺の困惑する表情に、社長はふるふると首を横に振り、そして、すくっと立ち上がった。会社も大きくなった。私は杉井くん、君と契約をしたいと思っている。どうだろうか。社長の顔を見ていて、初めて工場を訪れた日を思い出した。金属部品製作の技術の高さで有名だと聞き、飛び込みで営業をかけたのだ。社長と職人3人だけの本当に小さな工場だった。置いているだけのパソコンも更新すら無視されている状態だった。正直厳しいかと思ってしまったが、社長は話を聞いてくれた。質問をぶつけてくれて、俺も一つ一つ答えていった。新しい取引先が決まった時は、俺も一緒に喜んだ。契約まで時間がかかろうが、気にはならなかった。この会社を守る手伝いをしたい気持ちが強かった。そして今、大成功を収めた社長が、左遷された俺を信じて、手を伸ばしてくれている。感情が湧き立ち、動けないでいる俺の背に、新川さんはそっと手を当ててくれた。俺はその手に押されるように立ち上がり、震えを隠しながら、社長の手を取った。ありがとうございます、社長。こちらこそだ。セキュリティソフトはさらに良くなっているんだろう。また教えてくれるかい？はい。深呼吸をし、俺は心臓の鼓動を抑えた。ここからは、きっちりと営業をしなければいけない。新川さんとアイコンタクトをし、俺は資料を取り出したとき、それは突然だった。
穏やかな空間を破るような低い音のノックが鳴ったのだ。失礼します。目の前に現れた人物に、俺は息が止まってしまった。俺が説明しなければいけないところだが、なぜ彼がここに来たのか、理由がわからなかった。彼は意気揚々と自己紹介を始めた。突然申し訳ありません。私、営業部の小山と申します。この度は再度契約のご検討をいただきましてありがとうございます。杉井をご指名とのことですが、何せ杉井は営業部を左遷されて全く関係のない窓際社員になっているもので、ソフトの内容については私からご説明させていただいてよろしいでしょうか。君は、確か杉井くんの後の、というか左遷、異動ではなかったのかい？ああ、以前はお話できませんでしたもんね。ではここからは私、小山が代わらせていただきますので。小山くんはそう言うと、冷たい目を俺たちに向けてきた。出て行けという合図だ。俺は新川さんの肩を軽く叩き、社長に礼をして応接室を出た。そして、そばにあるソファーに腰をかけた。俺はつい額を押さえ、深くため息をついてしまった。新川さんは怒りが抑えられないようで、ソファーをドンと叩いた。何なんですかあいつ。明らかに横取りです。声が大きいよ。確かに、社長に左遷の話をしていなかったのは、良くなかったかもしれないかな。そういえば、新川さんにもちゃんと話してなかったね。俺の話。新川さんは握っていた拳を緩めた。きっと、いつか俺から話すことを待っていてくれたのかもしれない。彼女が噂を信じたくない人だということはよくわかっていた。俺はゆっくりと話し出した。俺が営業していた会社が大きくなって、一気に発注がかかり、結果、10億の売り上げを得た。大きな契約だったし、立ち会う予定だったんだけど、急に体調不良になった人の交代で、出張へ行くことになったんだ。会社には進捗を確認していたけど、どうも返事が曖昧で、新川さんはじっと俺の方を見ながら話を聞いてくれている。俺はすべて自分の責任だと言い聞かせ、ずっと蓋をしてきた思いを吐き出しそうで怖かったのだ。だがここに来て、彼女の前で俺はすべてを吐き出してしまった。出張から帰ってきて待っていたのは、みんなの冷たい目だった。そして、部長に連れられるまま、社長室へ。人事部長もいた。あの会社へ納品したセキュリティソフトに不備が起きて、危うく情報を流出して、とんでもない損害を出すところだったと。パソコンとの互換性が甘い方のソフトが納品されていたんだ。向こうの社長は、俺から説明は受けているから大丈夫だと、立ち会いなしでインストールをしていた。後日、営業部の社員が確認に行って発覚したと。俺の感情はついに爆発してしまった。俺は確かに確認した。あんなにずっと通っていた会社のことを間違えるはずがない。人を疑いたくはなかったんだ。新川さんは、うなだれる俺の肩に手を置いてくれた。少し力の入った彼女の手には、怒りのようなものを感じた。俺は話してしまったことを後悔したが、もうこの感情と向き合わないことはできなくなっていた。すると、応接室のドアが開き、小山くんと社長が出てきた。俺たちは無意識に立ち上がり、礼をして駆け寄ったが、社長はそれを制した。社長。杉井くん、左遷の話は彼から聞いたよ。いろいろと。うちには女性の社員がいなかったからわからなかったが、君が契約のために女性を利用するようなことをしていたなんて、社内では有名だったそうじゃないか。自分の不手際で起きた損失も、小山くんが様子を見に行ったからギリギリで収まったのに、それを彼の責任だと騒ぎ立てたなんて。何の話ですか？あの密室の中で、俺という人間のすべてが、小山くんによって書き換えられていた。小山くんは、口を軽く押さえて、頭を下げているが、明らかににやけているのが分かった。社長は、契約のことは一旦持ち帰ると言って、俺の方を見ずに去っていった。俺はついに、小山くんに掴みかかってしまった。杉井さん。新川さんの声は、もう俺には聞こえていなかった。小山、お前一体何がやりたいんだよ。は、何って営業ですよ。この契約が取れれば、あんたの10億を超える。名を残し昇進も確実。俺は会社の歴史になれる。俺は脇の甘いあんたとは違うんでね。隙を突かれるバカはしない。ほんと、
身内も客もバカばっかりだ。小山くんは悪びれることもなく高笑いをした。彼を掴んでいる俺の手に一層力がこもった時だった。何をしているの？あなたたち営業部と。新川専務。役員室がすぐそばだったことを俺は失念していた。小山くんもそうだったのだろう。お互いにすぐに距離を取り、申し訳ありませんでしたと頭を下げた。だが、話はそこで終わらなかった。あなた杉井くんよね。契約はどうなったの？それは。私、営業部の小山が後を引き継ぐことになりました。あちらの社長は杉井さんを指名されてましたけどね。杉井さん、自分の不祥事を隠してまして、私としましては全てをご説明差し上げてこそ、新たに信頼関係を築くことができると思っていますので、全てをお話しして、私に信用を置いていただきました。ベラベラとよく動く小山くんの口を、俺は見ていることしかできなかった。左遷という事実がある以上、小山くんの方が圧倒的に有利なのだ。しかし、俺の後ろにいた新川さんが声を上げてくれたのだ。違います。この、小山さんは、杉井さんがスキャンダル持ちだの、人に責任を押し付けただの嘘ばっかりを社長さんに吹き込んで、自分の成績のために杉井さんを利用してるんです。きっと10億の左遷だって。律？突然専務に名前で呼ばれた新川さんは、びっくりと震え、言葉を飲み込んでしまった。だが、絞り出すように一生懸命に訴えてくれた。杉井さんほど優しい人はいない。私のことも信じてくれた。お願いします。このままじゃ社長さんは小山さんの言ったことを信じてしまう。私の言葉を信じてよ。お母さん。新川さんが専務のことをそう呼ぶのを俺は初めて聞いた。それだけ真剣に俺のために彼女は訴えてくれているのだ。何もできない自分が情けなかった。涙をため、新川さんは専務の方を見た。だが、専務は淡々と返したのだ。自分に優しいから悪いことをするわけないだなんて、小学生みたいな言い分ね。感情論ほど不確定で当てにできないものはないわ。杉井くんには前科があるし、同じ営業部にいた小山くんの言葉と、資料室なんてとこで出会ったばかりのあなたの言葉じゃ、真実味が違う。有無を言わさない正論を言い、専務は去っていった。小山くんは専務が去ったのを確認し、俺たちを指さしながら大げさに笑った。危ねえ。笑いこらえるの辛かった。専務もちょろいですよね。けど親の感情ないのは助かりましたよ。小山くんはにやけながら新川さんの方を見た。だって、コネ使って出来の悪い娘を入社させて、たらい回しにしても会社にいさせてたから、血が繋がってないからこその過保護かって思ってたんですけどね。あんた、いよいよ首と縁切りになるかもね。ウケる。杉井さん分かったでしょ。結局俺の一人勝ちなんだよ。小山くんは勝利を確信したのだろう。笑いが止まらない様子だった。腹を抱えて笑っていたからか、俺と新川さんの視線の先に何が映っているか全く気がついていないようだった。気がついたのは、その笑い震えている肩を後ろから掴まれた時だったのだ。何？専務。大笑いのところ悪いけど、話の続きいいかしら。何その顔は。話が終わったなんて一言も言っていないけれど。いえ、はい。小山くんから手を離し、さっきは持っていなかったファイルを専務はパラパラとめくり始めた。会社としてはね、はっきりとした証拠がないと動けないわ。杉井くんの左遷は納品ミス。それは納品完了の報告をしたのは杉井くんだったから。損失規模が大きかったから、その時の人事はすぐに処分したがったけれど、左遷で止めさせたわ。だってあなた、聞き取りしても感情を失わせたみたいな話しかしないし。すみません。淡々と話す専務に、俺と新川さんはあっけに取られていた。しかし、小山くんの表情は明らかに青ざめていっていた。専務もそれに気がついているのか、小山くんの方に体を向けながら話をしたのだ。小山くん、まあいろいろとやってくれたわね。社員の弱みを握っては成績の横取り。強引な営業で、クレームが来ても他に押し付け、営業部以外にも顎で使える人間を用意していたみたいね。そんなことは、俺はコミュニケーションを大切にしているだけですから、他の部署にも知り合いが多いってだけですよ。弱みだとか押し付けだとか、横取りなんてとんでもない。
すぐそばで一生懸命に笑顔を作り訴える小山くんのことを、専務は一切見ることなく、ファイルだけを見つめていた。小山くんは、ますます青ざめた顔で一生懸命に訴えていたが、専務の表情は何一つ変わらなかった。もちろん、例の10億の件も調べ直させたわ。杉井くん、あなたが出張を変わったのは彼よね。はい。それは関係ないでしょ。私は体調を崩してしまったから代わってもらっただけだ。ミスをしたのは全部杉井でしょ。俺は何も関係ないんだ。私が推測で話をしているとでも？専務の鋭い視線に小山くんのヒッという声が聞こえた気がした。専務は睨みに近い視線のまま彼の方へ一歩近づいた。すべての証言は取れているわ。杉井くんが出張へ出た日、君はみんなが帰った後の会社へ来てる。警備員にもお友達がいたみたいね。そしてソフトの発注を変更した。まったく、よく考えたものね。杉井くんに発注をかけさせ、出張へ行かせる。変更をかけて、問題を起こさせる。そしてさも自分が救ったかのように見せるため、営業へ向かう。杉井くん、あなたの持っている事実と相違点はあるかしら？俺は、ありませんと答えた。ないからこそ、俺はずっと小山くんを疑っていたのだ。しかし俺は逃げた。彼を疑うことも、自分を信じることからも逃げたのだ。それが今、すべて白日のもとにさらされた。気持ちの整理がまだつかずにいたが、それは彼も同じだったのだ。あ！黙っていた小山くんが、鬼の形相で専務からファイルを奪い、そして新川さんに投げつけたのだ。バカな無能しかいないから、この俺が動いてやってたんだろうが、成績を上げない人間を使って何が悪いんだよ。俺は一番になれる人材なんだ。こんなラッキーだけのやつに負けるわけがないだろ。運が良かっただけで次はない。だったら優秀な俺が成績ごともらっていた方が有益なんだ。わからないのかバカどもがよ。もう彼に周りは見えていないようだった。俺は新川さんを支え、専務は何も言わず腕を組んでいた。息を切らし目を見開いている小山くんに声をかけたのは、なんと新川さんだった。それは、ただのラッキーなんかじゃありません。今日わざわざ社長さんが足を運んでくださったのは、杉井さんを本気で信頼しているからです。ずっと誠実に相手に寄り添い、信頼を築き上げてきた証拠じゃないですか。だからこそ今、この大きなチャンスが巡ってきたんです。これは、杉井さんの営業がちゃんと花開いた、揺るぎない事実なんですよ。小山くんは、その言葉にさらに目を見開いた後、ガクッと膝をついてしまった。そこに警備員がやってきて、小山くんは両脇を抱えられ、連れて行かれた。複雑な気持ちで彼を見送っていた俺に、専務が言った。杉井くん、本当に申し訳なかったわ。辛い思いをさせてごめんなさい。すべては上層部が事実確認より体裁に走ったことにあります。改めて社内体制を見直します。いえ、何も訴えなかったのは自分の方ですし、それに第二資料室は辛い場所ではなかったです。ありがとう。専務は頭を下げると今度は新川さんと向き合った。律、あなたにも辛い思いをさせていたわよね。自分が論理的思考だと自覚はあったけれど、この会社に入ってまだ男社会だった頃だったし、一生懸命に結果と数字を追いかけて勝つことに執着していったわ。亡くなった親友の子供を引き取ることも論理的に考えて自分が妥当なんだと思って決めたことだった。新川さんはうつむいてしまった。確かに聞くには辛い真実かもしれない。だが俺には専務が話そうとしていることは単に昔話ではなく、親子としての大切なことに感じていた。俺は少し新川さんのそばに動き、そっと手を握った。軽く握り返されるのが感じられた。律は話のわかる年だったし、手はかからなかったわね。だからこそわからなかったのかもしれない。どうしてあなたがうちの会社を受けると決めたのか。会社には私との噂が流れ、私はその度に部署移動をさせたわ。それが律を守るために母としてできることだった。そう思っていたの。でも、私は間違っていたのかしら。あの第二資料室へ行った日、杉井くんに言葉があってもいいじゃないかって言われて、ハッとしたの。私、律を今までどれだけ褒めてあげたんだろうって、
おめでとうとか、よく頑張ったねとか、そんな言葉を言ってあげたことが思い出せなくて、母親失格だわ。あの専務が顔を手で覆った。隙間からは涙が伝っていた。すると、新川さんは俺の手を離し、専務に抱きついた。誰よりも驚いていたのは、専務自身だった。私も同じよ。褒めてって素直に言えばよかった。全部言葉で伝えればよかった。どこかで意地を張ってたの。私のこと引き取らなければよかったって思ってるんじゃないかって。この会社を受けたのは、つながりを持っていたかったから、お母さんの自慢の娘になりたかったの。律、ありがとう。こんな母親だけど、私は律が大好きよ。さっきのお母さん、最高にかっこよかったよ。私も大好き。親子は少しの間、今までのすれ違いを取り戻すように抱き合っていた。誰がどう見ても、二人は親子に違いないだろう。新川専務、小山くんのことはいつから調べていたんですか？すみません。俺が左遷になってから結構経つのに急だなと思ってしまいまして。衝動を間違ってしまったことは本当に申し訳ないと思っているわ。あなたからも意義がなかったから、正直この話は過去のものになりかけていたの。でも、専務はちらりと新川さんの方を見た。それに気がついた彼女は何か言おうとしたが、先に専務が話し出してしまった。律から絶対に何かあるから調べてほしいって頭まで下げられてね。感情論が好きではないとはいえ、律が初めて私を頼ってくれたの。よっぽど杉井くんが大切なんだと思ったの。お母さん？私そんな風に言ってないよ。顔に出てたわ。違いますからね、杉井さん。真っ赤になりながら言い合いをする親子に、俺は自分のことよりも心が温かくなるのを感じていた。あれから1ヶ月が経った。俺は今、営業部に復帰している。大きかったのは、10億の件が冤罪だったということ。そして、あの社長との和解が成立し、10億以上の契約を結ぶことができたからだ。あの日、社に戻ってね、杉井くんが通ってくれていた時の職人たちに話したんだ。もう怒られた。あの杉井くんのことを信用してないのかってね。私もつい動揺してしまったが、杉井くんほど親身になって誠実に寄り添ってくれる人がいなかったからこそ、今回担当してもらったんだ。改めて君に我が社をお任せしたい。はい。本当に嬉しかった。まだセキュリティ関係が有名とは言えない我が社だが、おかげで一気に名前と質の良さが広まったのだ。こうして俺は第二資料室から営業部へ移動となったのだ。部長は今も第二資料室にいる。一人になったからにはパソコンを頑張らないとねと、新川さんから参考書を譲り受けていた。俺は今もあの場所でのコーヒータイムが忘れられず、しょっちゅう休憩は資料室へ通っている。新川さんは秘書課へ移動となった。一度はいた部署ではあるが、前との変わりように驚かれているそうだ。意欲に溢れて、彼女の魅力でもある。人当たりの良さが発揮されているようで、俺も嬉しく思っている。そして、小山くんは、自主退職扱いで会社を去った。例の件が噂になったわけではなかったが、皆どこか怪しく思っていたのだろう。俺は彼が会社を去る日、資料室を借り、コーヒーを飲みながら、最後の休憩を一緒に過ごした。コーヒーメーカーでいつものようにコーヒーを入れ、同じテーブルに並んで腰を下ろす。何も話さないまま、ただ静かに湯気が立つカップを口へ運んだ。最初に口を開いたのは小山くんだった。すみません。ありがとうございます。最後にコーヒー付き合ってもらって。いや、こっちこそ。わざわざ悪かったな。忙しい日に。それっきり、また沈黙が落ちる。しばらくして、小山くんはカップの底を見つめながらぽつりとつぶやいた。俺、本当は営業マンになるのが夢だったんです。子供の頃から家があんまり裕福じゃなくて、早く稼いで家族を楽にさせたい。周りからすごいって言われたいって、それだけ考えてきたんですよ。だけど成績はいつも平凡で、焦れば焦るほど空回りして。そしたら、会社のスターだった杉井さんが目についちゃって、自分よりすごい人間がいるって分かってたはずなのに、どうしても受け入れられなかったんです。それで、誰かを蹴落とせば
俺が上に行けるってすごく短絡的なんですけど、自分の評価を横取りできるんじゃないかなんて最初は軽い気持ちだったんです。まさかこんな形で取り返しのつかないことになるなんて自分でも思ってませんでした。小山くんは顔を上げず、カップの縁を指先でなぞる。俺はそんな彼を黙って見守ることしかできなかった。もう遅いのは分かってる。でも本当はあんなやり方したくなかった。俺だって一度は成功法で勝負したいって思ってたんですよ。情けないですよね。その声は今にも消えてしまいそうだった。俺は言葉を探すように口の中で苦味を感じながらコーヒーを飲み干す。俺がかけられた嫌疑は全部晴れたよ。あの大口取引の件だってそうだ。だけどお前が焦っていた気持ちもわからなくはない。みんなそれぞれ背負ってるものがあるからな。ありがとうございます。小山くんは短くそう言うと、残っていたコーヒーを一気に飲み干した。そして急いで荷物をつかむと立ち上がる。杉井さん、俺優秀な営業マンだったと思いますか？不意に投げかけられた問い。彼はいつになく弱々しい表情をしている。俺は少し考えてから正直に言葉を返した。さあな、優秀かどうかはこれからのお前自身が決めるもんだろう。小山くんはふっと鼻で笑い、肩を落としたままうなずいた。そうですよね。今度こそ正面からやってみます。じゃあ元気で。そう言い残すと、彼は深く一礼して資料室を出て行った。バタンと扉の閉まる音だけが妙に大きく響いた。お互い何も語らずに終わらせたはずの最後の休憩。しかし、彼の後ろ姿を見送るうちに、ほんの少しだけ、あの小山くんを憎まずにいられる気がした。しまった、時間。我に返った俺は大急ぎで目的地へ向かった。今日は新川さんと食事の約束をしていたのだ。俺と新川さんは移動後も連絡を取り合い、こうやって食事にも行ったりする仲となった。俺は、それ以上の気持ちもあるのだが、伝えるタイミングを測れずにいた。なんとか約束の時間までにレストランに着いたが、俺の心臓は止まりそうになってしまった。こちらに向かって手を振っている新川さんの横には、笑顔の専務がいたのだ。杉井さんお疲れ様です。今日杉井さんとデートだって言ったら、お母さんも行くって聞かなくて、びっくりしました。いや、新川専務、お疲れ様です。ごめんなさいね。杉井くんとはゆっくりお話しする機会がなかったでしょ。今日だけだからお邪魔しちゃったわ。ほんと、今日だけだよ。デートなんだからさ。先ほどからデートという言葉が飛び交っているのも、顔から火が出るほど恥ずかしく、俺は味のしない料理を食べていた。杉井さん、私、またプログラミングの大会に出てみようかと思うんです。勉強も続けてるし、仕事の役にも立つし、またお力貸してもらえますか？ああ、いいじゃないか。俺にできることは何でもするよ。ああ、でも、こないだみたいに詰め込みや現金で、新川さんも忙しいんだから、ペースをしっかり組んでやっていこう。あ、学び屋さんの出番ですね。俺たちが笑い合いながら話しているのを、専務はじっと見ていた。そして、俺に質問してきた。ねえ、杉井くん。私たち親子を前にして、名字で呼ぶのはややこしいと思わない？まあ、私を歌子さんって呼ぶのでもいいけれど。あら、会社からだわ。ちょっと出てきます。専務は、とんでもない提案を残し、外へ電話をしに行ってしまった。俺はバクバクと心臓を鳴らしながらも、ゆっくりと彼女の方を見た。新川さんは顔を真っ赤にしながら両手で押さえている。名前でずっと呼びたかったよ。じゃあ、呼んでください。リツ。あ、やっぱ無理です。心臓が持たない。手をブンブンと振りながら嫌がるリツを、俺はからかい、二人で笑い合った。これからもずっと、こんなやりとりをしながら、リツと過ごしていくことも、俺の描く夢の一つになったのだった。受け入れることと、諦めることの事実は、変わりないのかもしれない。待っている結果は同じことも多いだろう。しかし、何かのきっかけが起きたとき、心が動くのは、受け入れていようが諦めていようが、その時のことを忘れなかった人なのだ。